はい、今回はですね、人気晩婚ビルダートイファクトリーさんのご家族4人におすすめなキャンピングカー3選、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、今ですね、実はこれトイさんの車両じゃなくてキャンピングトレーラーの中にいるんですけど、これもねちょっとまた後日動画をアップしますので、これもね気になる方は動画を見ていただければなと思います。で、今回のこのねご家族ファミリー向けのこのね3選という形なんですけども、トイファクトリーさんといえばですね、最新の技術とですね最先端のデザイン性を併せ持つ非常にですね今人気な晩婚ビルダーさんなんですけども、その中のレパートリーでもですね、お二人向けの車両もあれば、ご家族4人にどうですかっていうのもねたくさんあるんですよ。でその中で私の独断でですね、ご家族4人のですね方に、ぴったりなんじゃないかなと思うですねキャンピングカーをね3台ご紹介していきたいと思います。このですね厳選されたこの3台に関しては、ダイネットスペースとベッドスペースと収納、このね3点にフォーカスして動画を作ってますので、そちらもですね合わせてご覧いただければなと思います。でそして動画の後半の方にですね、今密かにトイファクトリーさんの晩婚をですねご契約されている方の中で装着率が非常に上がっているあるアイテムがね何点かありますので、そちらもですねご覧いただければなと思います。はい、この動画を見ていただくとご家族4人向けのですね適したトイファクトリーのキャンピングカーが分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方もしくはですねご購入を検討されている方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の車両はカーサホームスタイルエディションといって特別仕様の車両になります。ランドティピーは運転席助手席の後ろにセカンドシート、サードシートがあり、向かい合わせに座ることが可能です。バックドアを開けると後部に収納スペース兼ベッドと、右上に見えますのは2段ベッドが収納されております。現在テーブルを囲んで向かい合わせの状態ですが、これから進行方向を前向きに変えていきたいと思います。まずはセンターテーブルを取り外します。背もたれについていたヘッドレストを取り外し、座面の部分を起こし、そして背もたれだった部分を座面に取り替えます。そうすることによって後ろ向きだったセカンドシートが前向きに変更することが可能です。先ほど取り外したセンターテーブルもこちらに設置することができますので、セカンドシートに座った方もテーブルを使うことが可能です。このようにシートを前向きにすることによって乗車定員7名が全員進行方向を向いて運転することが可能です。今度は前向きだったシートをベッドに展開していきます。まずはサードシートのヘッドレストを取り外し、背もたれをフラットに倒します。次にセカンドシートもフラットにしていきます。ベッドをより広く使うためには助手席側に横にスライドさせます。セカンドシートとサードシートの隙間をなくすために、このように背もたれをフラットにして設置させます。スライドさせると運転席側にスペースが空きますので、専用のマットをはめ込んであげればベッドの完成です。これでスペースを無駄なくベッド展開することができました。それでは実際に横になってみたいと思います。車両最後部から寝てみると、サードシートあたりで私の頭がつくような感じになりました。試しに横に寝てみたんですけど、やっぱり180以上の方は横に寝るのはちょっと辛かったですね。次にセカンドシートを頭にして寝てみるとこのような感じでした。ランドティピーのベッドの特徴としましては、このセカンドシートと後ろにあるサードシート、これをですねくっつけると運転席助手席から長いベッドが出来上がります。これだけ大きいと大人の方とお子様が寝るときには縦に寝たり横に寝たりっていう風にですね寝るパターンは結構あるかと思います。
例えば後部の方にはお子様が横に寝て、大人の方はセカンドシートのところから縦に寝るという風にね、いろんな寝方もできるかと思います。そして車両後方にはですね、2段ベッドがありますので、2アクションでベッド展開をすることが可能です。この2段ベッドはもちろん収納スペースとして使うこともできるんですけども、大人の方も寝ることが可能です。私もこのように横になってみましたけども、全然問題なく就寝が可能かと思います。後部収納スペースをご紹介します。こちらのマットは実は跳ね上げすることができますので、このようにすると大きなものも積むことが可能かと思います。ただ長尺物は収納することが可能なんですけども、このように跳ね上げしないといけないぐらいの大きな荷物だったらベッド展開に支障がきたすかと思います。GT は運転席後ろのセカンドシート、サードシートの後ろにマルチルームがあって、そして最後部には2段ベッドがあります。GT の特徴はやはり車両最後部の2段ベッドにあります。2段ベッドの横幅も結構ありますので、大人の方も就寝が可能かと思います。はい、大ネットスペースをねご紹介していきたいと思います。 GT に関してはこのセカンドシート、サードシートがあって、全部ですね、こっちの面もセカンドシートも前向きにですねシートを展開することも可能です。その時にですね、実はセカンドシートの運転席側の方用の3点式シートベルトと、サードシートの方右側の方の用の3点式シートベルトがねこのようにありますので、セカンドサードに座った、例えばお子様でもね、こちらの3点式ベルトがあるので、チャイルドシートを取り付けることが可能です。右側だけですけどね、左側はこの3点がないので2点式ベルトなんですけど、右側に座ってる方は3点式ベルトがあるので、チャイルドシートだとかをね、付けることも可能です。実際に大ネットスペースに座ってみました。サードシートは900幅、そしてセカンドシートは1200幅あります。大ネット状態から実際にベッド展開をしていきたいと思います。まずセンターテーブルを外し、セカンドシートのヘッドレストを取り外します。次にサードシートも同様にヘッドレストを取り外し、サードシートの背もたれ、座面をフラットにしてスライドさせます。空いたスペースに補助のマットを入れて、セカンドシートをスライド、そして背もたれを倒していくとベッドの完成です。大ネットベッドは空間が広く圧迫感がありません。大ネットのこのテーブルはテーブルポールが2本あります。短い方はこのようにお座敷スタイルにするときに役立ちます。このマルチルームの後ろには GT のですね、この2段ベッドがあります。上の段と下の段でですね、お二人の方が寝ることが可能かと思います。このようにですね、はい、LED の照明もついておりますし、ちょっとですね、こちら側が少し幅が広くなって、足元の方が若干狭まっているような感じなんですけども、結構ですね、スペースも広いので、大人の方でも十分ですね、寝るスペースはね、あるかと思います。この2段ベッドの上のですね、天板は実はここにね、乗っかってる仕組みになってるんですよ。下の段もこういうふうにね、乗ってますので、例えば下の段も大きな荷物をね、積むときはこの天板を外してスペースを広げることもできますし、上の段もですね、これ1段目のベッドに寝る方は、ちょっとですね、やっぱり間隔がね、このぐらいなので、入り込むとき結構狭かったりするんですけども、その時はですね、このマットをはい、このようにどかしてあげると乗り込みがしやすくなるので、1段目のね、下の段に寝る方は非常にスッとですね、寝に行けるんじゃないかなと思います。実際に2段ベッドに寝てみたいと思います。上段ベッドをこのように取り外して1段目に寝てみます。
次に2段ベッドの上段部分に寝てみたいと思います。上の段はエアロウィンドウによって 1m80 の寸法がありますので、私も斜めに寝ればなんとか寝ることが可能でした。下の段はさらに寸法が狭くなりますので、ちょっときつかったです。この車両最後部2段ベッドの部分は、実はベッドと収納スペースとして活用することもできます。マットを取り外すだけで大きな収納スペースに早変わりします。バーデの特徴は何といっても、セカンド・サードシートの後ろには広大な就寝スペースがあります。車両最後部まで遮るものがなく、動線が確保されてますので、非常に室内は広く感じるかと思います。ダイネットスペースはテーブルを囲んで4人の方が向かい合わせで座ることが可能です。バーデンもこのセカンドシート、サードシートを前向きに変更することは可能です。まずはセンターテーブルを取り外します。取り外したテーブルには実はテーブルレッグが2本あります。この長いのと短いのがポイントになります。セカンドシートを前向きに変更する場合は、座面だったところを起こし、背もたれのヘッドレストを取り替えます。次に背もたれだった面を車両後部側に倒すと座面に変わりまして、前向きのシートとなります。次に先ほど取り外したセンターテーブルを運転席、助手席の後ろにも設置できますので、このようにするとセカンドシートに座った方もテーブルを使うことが可能です。次にこの状態からベッド展開にしていきます。セカンドシートのヘッドレストを取り外します。座面だった部分を進行方向運転席側に倒し、背もたれだった部分も同様に前に倒します。サードシートのヘッドレストも取り外し、助手席側にスライドさせます。スライドさせやすいように立ち上げたこの座面を進行方向側に倒します。背もたれのマットも同様に進行方向側に倒し、フラットにしていきます。そして空いたスペースに専用のマットをはめ込んであげると、大きなベッドの完成になります。はい、実際に横になってみました。このように私が寝ても全然余裕がありますし、なんといっても天井方向に対して空間が非常に広いですので、圧迫感はほとんどありませんでした。そして先ほど取り外したこのテーブルの短い足を出すと、このようにですね、ちゃぶ台仕様として使うことが可能です。このようにすると、このテーブルを囲んで4人の方がですね、座ることもできますし、眠くなったらすぐ横になることも可能かと思います。それではバーデの特徴であるこの車両最後部のベッドに横になってみたいと思います。運転席側はエアロウィンドウといって出窓になってますので、 1800mm の寸法を確保されてますが、180以上の方は斜めに寝ることをお勧めします。身長175センチ前後の方であれば、真横に寝ることは問題なくできるかと思います。それではバーデンの後部収納をご紹介します。バーデンの特徴は何といってもこのベッド下の収納が非常に広大です。ボックスの下もこのようにシャッター付き収納庫がありますので、タオルだとか着替えなど細々したものも収納することが可能かと思います。運転席右側のボックスの中にもこのようにオープン形式の収納があります。このベッドマットは4分割になっておりまして、このように跳ね上げすることが可能です。マットを跳ね上げしなくても十分な収納スペースがありますけども、
例えば大きな自転車などもこの中に入れることが可能かと思います。レカロシートは種類やオプションパーツもありますので、詳しくはトイファクトリー社のホームページをご確認いただければなと思います。エアロウィンドウは本来ハイエースの窓ガラス部分を取り外し、断熱材入りの壁、そしてアクリル二重窓を施工したモデルになります。出幅は運転席側が一番あるんですけども、助手席側、バックドアは断熱性能とプライバシーの確保にも役立っております。はい、今回のトイファクトリー社のバンコンのご家族4人にぴったりなキャンピングカー3選いかがだったでしょうか。まずですね、この実は3台に共通して言えることがあるんですよ。それはね、運転席助手席の後ろのセカンドシートとサードシートがある車なんですよね。でこれはもちろん向かい合わせにしてね、テーブルを挟んで4人の方が座ることができるんですけども、これね、セカンドシートサードシートは例えば進行方向に向くことができるので、乗車定員全員の方がですね、前を向いて座ることができる。これね、実は共通点なんですよ。でランド TP に関してはその後ろに実はベッドスペース、常設ベッドみたいなのがあってね、で2段ベッドがあるタイプなんですよ。なので運転席助手席から車両後部まで長いベッドができるっていうのが非常に特徴なんですよね。なのでセカンドシートはもちろんベッドになるんですけども、これベッドにしないでサードシートと後部のベッドをですねつなげると、2段ベッドもね合わせると、ここだけで実はね4人の方が寝れるベッドスペースを作れるんですよ。なのでその長いベッドができる、なおかつベッド展開がですね非常に簡単で4人の方が寝れるっていうのがまずねポイントなんじゃないかなと思います。そして2台目のこの GT なんですけども、 GT はですね車両の後部に2段ベッドがあるんですよ。で2段ベッドがあって、そのね前側にマルチルーム、フリールームがあるんですよ。それはもちろん荷物スペースとしても使うこともできるんですけども、ポータブルトイレをね置くことが可能ですので、4人の方が寝れるスペースがあるけどトイレルームが欲しいよっていう方は GT がひょっとしたら合ってるかもしれません。そして最後のバーデンなんですけども、バーデンは車両後部にちょっと高いところにですねベッドがあって、大人の方が2人ぐらいね寝れるんですけども、高いところにベッドがあるから下がですね収納スペースがね非常に大きいんですよ。なのでご家族4人の方で使いながらもキャンプ道具だとか遊びのアイテムをたくさん積みたいよっていう方はバーデンがひょっとしたらね合ってるかもしれません。それぞれねランド TP、GT、バーデンに関してはですね個別に動画も作ってますので、気になる方はね概要欄の方にそれぞれのね動画もありますので、そちらもねチェックしていただければより細部まで分かりますので、そちらもご覧いただければなと思います。今密かに増えている、オプション装備だったんですけど、まずですねレカロシート、これですね意外とねバカにならないんですよ。で何かというと、僕もですね普段通勤で使ってる車にねレカロシートをつけてみたんですよね、この度。そしたらねやっぱり全然違うんですよ。
でキャンピングカーって結構ね長距離を移動することがあるかもしれませんので、長距離を移動する方、あとはですね腰に爆弾を抱えている方はね、このレカロシートは非常におすすめです。で今回このレカロと、トイファクトリーさんのコラボモデルっていうのもねありますので、そちらもですね概要欄の方でねご確認いただければなと思います。そして2つ目はですね、これグランデ仕様なんですよ。バンコンタイプのねキャンピングカーって実はですね室内の窓のスペースって多くて、で、窓ガラスやっぱ熱伝導がいいから夏は暑くなりやすいし冬は寒くなりやすいんですよね。でそれを解消するために窓ガラスを外しちゃって断熱材入りの壁を作ってアクリル二重窓をはめ込んでいるタイプになりますので、夏およびですね冬の断熱性能が全然違ってくるんですよ。なので夏の例えばねオプションでエアコンをつけると冷え度合いも変わってきますし、冬のですね FF ヒーターの威力もですねこれがあることによってね発揮されると思うんですよ。バンコンタイプにおいても断熱をですね気にされる方はこのねグランデ仕様がね非常におすすめです。そしてソーラーパネル、これね今でこそキャンピングカーねいろんな車両にソーラーパネルがオプションでねつけることが可能なんですけども、このトイさんのエアロソーラーシステムというのは、ソーラーパネルとあとですね周りをですね FRP で造形してエアロソーラーシステムっていうだけあってですね、空力抵抗も考えられてて、かつ見栄えもね非常にいいんですよ。なのでソーラーがね乗ってるかどうかってよくわからないんですよ。なんかこうね上にかっこいいものついてるなっていう感じしか見えないので、デザイン性も優れてるしバッテリーも充電してくれるので、このエアロソーラーシステムはですね非常にねおすすめですよね。なので最近はそれこそエアコンをつけたりだとかね電子レンジをつけたりっていうことが多くなってくるんですけども、やっぱりそれをねバッテリー充電しなくちゃいけないので、充電を、しっかりする方法の一つとしてソーラーはね非常に有効ですので、このエアロソーラーシステムね非常におすすめです。そしてですねこれ足回りなんですよ。でこれ足回りパーツもですね実はねショックもありますし、リーフスプリングだとかスタビライザーだとかトーションバーっていうのが実はねトイさんオリジナルで出してますので、これね変えるだけでもね走行安定感だとか全然変わってきます。そしてキャンピングカーのねバンコンタイプって意外と後ろの方にベッドだとかいろんなそういう装備品がついてるので、実はちょっとですね尻下がりリアの方がね少し下がって見える傾向があるんですよ。ただ今回のこのトイさんのですねオリジナルパーツであるこのねコンフォートパッケージっていうのをですねつけるとですね後ろがねちょっとこう上がってるんですよ。なので非常にですねフラットな感じにねなるので見栄えも良くなるし、なおかつ乗り心地もね良くなりますので、キャンピングカーにおいてもやっぱりね運転の乗り心地をですね気にされる方はこのですね足回りパーツもね非常におすすめです。はい、今ですねトイファクトリーさんに限らずキャンピングカーの納期がですね実は今1年から1年半ぐらいかかってるメーカーさんがねビルドさんが多いかもしれないんですけども、今回のこのトイファクトリーさんの車両もですね今2022年の1月現在でご注文いただいてから1年半ぐらいのですね納期がかかっております。ただトイさんに限ったわけじゃないんですけど、今ねキャンピングカーって例えば原材料がね上がったりだとか、あとね部品供給がですねコロナの影響もあってうまくね入らないっていうこともありますし、中で使ってる部品がですね遅延したりだとかね入荷が遅れたりっていうことがあってですね、いろんな要素が加わってですね今納期がね非常にかかっております。ただトイさんのね車両に限ったことでもないんですけども、今ね一生懸命作ってるビルダーさんの車っていうのは、待つだけのね価値はきっとあるかと思いますので、早く乗りたいっていう気持ちはもちろんわかるんですけども、それをねぐっとこらえてですねちょっとね時間は経つんですけども待っていただければなと思います。はい、今回もですね動画も最後まで見ていただきましてありがとうございます。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はですねチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。